はいどうも、シンです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアマルガサウルスのトラップのまとめとなっております。まとめというのが、今回自分でちょっと考察した、トラップの方と海外の方で低コストトラップの形で、ご紹介が出てた部分と合わせてご紹介させていただければと思います。シンプルトラップの方は僕はちょっと使い切れなかったので、どちらも参考になればと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。こちらが海外で紹介されたタイプの、ものになります。少し土台4つだったんですが、柱に変えてます。で、ここに関しては、トマストラップに入る巨竜ですね。ダイオノドンとか、カベルタイガーとかですね、を入れていただければいい感じですね。で、階段があって、扉枠が1個と、あと壁で囲っている状態です。こっちがアマルガサウルス入る方で、階段3つですね。で、壁が1枚巨竜側にあって、あとは扉枠で囲っている状態の高さ2段です。で、これで、こっちに恐竜入れてから上ですね、アマルガサウルスはめるとうまくはまれば敵対も入るしダメージも入らないしで攻撃できるというものになってます。ただ自分何回か使ってみたんですけど、自分が使った時に関してはちょっとトゲを飛ばしてですね、炎のやつで自爆するのでいまいち安定感が取れなかったところがあります。トゲ飛ばさなければ問題ないと思うんですけども、お好みで、簡易にはなってるのでいいかと思います。では続いて今回自分の方で考えたトラップの方になります。必要素材はこちら。で、こっちは割とちょっと応用力も考えてなってまして、アマルガサウルスに関しては、テイムするときですね、一緒に戦うという部分があるのと、今割と使われてると思うんですが、フクロウちゃんの方で、回復しながらただ戦うっていう部分出てると思うんですけども、それに対してトゲを飛ばして自爆したりとか、いろいろ起こる部分が出てくるかと思うので、その辺を考慮した上で、極力どんな恐竜でも使えるようなものというところで考えたものになってます。ただ、ギガノトはちょっとまだ試してないんで、あんまり出現数から考えて使うことは難しいかと思うので、考えてないです。あと、ワイバーンに関してはちょっとブレスがあるので、ちょっと考えないといけない部分はありますが、使えなくはないと思います。距離感とかはちょっとうまく調整しないといけないと思うと、ただ、やはり割と簡単に使えるという部分に重きを置いているので、レックス以降に関しては対応しているものになってます。では、早速作っていきましょう。では、まず、柱ですね。を、起点1個立てて、2個、3個、4個ですね。まず、柱4本ですね。で次に、2本に関しては2段ですね。を高さにします。この状態ですね。で、次に、天井を4枚あります。で、そこに壁を貼っていきます。2段ずつですね。で次に、一応、階段でいきます。ここ2個。で、ここは柱でいいです。階段でもいいです。階段伸ばしてもいいですし、柱でもいいです。なので、ここの柱は、抜いても大丈夫です。最初の設置の段階で抜いていただければ、無駄にせずに使えます。
この状態ですね。柱2本と、ここ1本ずつで。ここ登れるんであれ、アマルガサウルスは。まずここまでがアマルガサウルスの入るところですね。次に、設置として、距離空けてもいいんですけど、土台を1個。1マスで行くんであれば、これだけでいいです。で、今回はちょっとレックスを使おうと思うので、4マスにね。で、壁を張ります。で、気をつけないといけないのは、恐竜によって、この微妙な段差を乗り越える恐竜がいるので、この天井につくのか、下の土台につくのかによって、段差が発生してしまうので、そこだけ気をつけてください。こっちに合わせておけば多分大丈夫。で、今回はちょっと、簡易で、もう囲っちゃいますけど、壁型ですね。になってます。普通に、壁でもいいんですけど、柱1本ですね。この上ですね。飛び越えちゃうので、ここだけ3段にします。これで完成ですね。一応まず全体像としてはこんな感じで。地に関しては、各捉える恐竜に合わせていただいていいです。1マスでもいいですし、その他でもいいです。この状態で、一回全体像だけよく絡めますね。こういう状態になってます。ちなみに横に、4マス置いて2段の高さでも攻撃入りません。この3段ははめやすくしてるだけなので、一応2段でも多分問題なく入ると思います。ではまずレックス捉えますね。150。はい。はい、はまりました。はい。では、130ですね。マルガサウルスくんにご協力いただいて試してみましょう。今回は袋を使うことを、基準にここ柱にしてますけど、徒歩でやる場合は階段でつけていただければいい。一応レックスとかの場合は、ちょっと注意点として、トラップにしっかりはまってないと攻撃たまに当たる場合あるんで、そこだけご注意ください。で、状態で、まず、一旦本来は黒でそのまま攻撃していいんでね。この状態で、普通に攻撃してればいいんですけど、一旦これで、まずダメージ入ってないですね。はい、ちゃんとはまれば、変に浮いてたりすると、当たる場合あるんで、そこだけご注意ください。追従してる間に、追っかければいいんで。はい、これで入りましたね。一回入れば、あと一匹だけなんで、普通に、黒くね、攻撃して、回復してってしながら、すれば、いけます。で、この距離感だと、近づけると割と直接攻撃してくれます。トゲ飛ばさずにね。はい、では、トーマストラップの方ですね。合わせて試してみます。今回はこちらのダイオドンくんにご協力いただきます。あとじゃあ袋を使いながらしていただければいい。
この距離感だとトゲも飛ばさないっぽいですね。一応トゲ自体の範囲がだいたい3マスぐらいなので、1マス開ければこの高さの、トラップ作ればダメージ入らないで、そういう距離感ですね。炎のやつ以外は別に問題ないと思うんですけど、炎のやつの自爆はかなりテイム効果落ちるんで、ダメージ入るんで、ここだけ注意です。一応この状態だと、こう距離感合ってるんですけど、ダメージ入らないみたいな。炎を食らわないみたいな。さっきレックス試しましたけど、もちろんアロサウルスとか中型恐竜の方も大丈夫なんで、小型だったらこの1マスでもいける感じですね。場合によってここの扉枠ですね。壁にするか扉枠にするかだけ、差し替えたりとかで様子見ながらしていただければいいかと思います。まだちょっと挙動が微妙だったりするところもあるようなので、そんな感じですね。ということで、微調整も含めて最終的にもう一回ご案内しておきます。柱がここ2段、で、ここ1個ずつ、で、ここ1個ですね。全部階段でもいいですけどね。で、ここに階段乗せたのは単純に自分がキブルとか与えに行くとき用です。4マスの壁高さ2マスですね。の扉枠。で、こっちだけ行き過ぎ防止の3段ですね。で、ここは壁もしくは扉枠。最初壁でヒート取れなければ扉枠に変えていただければいいと思う。で、こっちは何でもいいんですけど、トラップとしては。今回は単純に4マスの壁と1マスの壁2段のトラップにしてます。他に簡易トラップとかつけてるんで、マスだけ、このマスですね。壁にぴったりつけた形でしていただければ、割とトゲを飛ばしづらくなるので、自分で攻撃する場合もトゲのダメージとか食らわずに済みます。で、距離に関しては3マス離れればトゲのダメージ入らないので、こういう形で2段高さ上げれば、このあたりですね、に取れば、ヘイト取りながらトゲの自爆を防ぎながらすることは可能です。ただ距離離すとトゲ飛ばすんで、自分攻撃するときが結構大変です。一掃するときならいいんですけど、今回のような回復しながらやるんであれば、ぴったりつけた形の方が効果的です。単純に恐竜いるところで、この高さかもう一段高くして、マルガサウルス入れて、下で暴れ回るっていうのも一つではあるんですけど、階段だけ壊し、ね、さっきみたいな階段を作って、一応この4マスギリギリなので、安定感を持ちたいんであれば、もう1マス増やせば安定的にはまってくれます。一応ギリギリのサイズなので、たまにうまく飛び込むんで、なかなかうまくはまらない場合もあります。そこだけご注意いただければと思います。どっちを先にはめるかっていうところもあるんですが、多分恐竜はめてからマルガサウルスはめた方が、まだいいかなという。時間が空いちゃうんで恐竜連れてくる間に。先に恐竜はめてしまってから、マルガサウルスはめてしまった方がいいかと思います。ここはいくらでも簡易トラップで作ってもらっていいんで、距離感だけ極力近くなる方がいいです。はい。では、いかがでしたでしょうか？マルガサウルスのトラップでございました。で、今回はフクロちゃんで回復しながらっていうところはカットさせていただきましたが、レックスでもアロサウルスとか中型恐竜でもダイオドンとか小型生物でも使えるトラップになってます。で、ちょっとワイバーンだけはちょっと距離感測っていただかないといけないと思うんですけど、またちょっとワイバーントラップの方も一応、有名なんでみんなご存知だと思うんですけど、また出してみようかなと思います。では、本日に関しては、マルガサウルスの、海外で公開されたトラップと、今回自分で考えたトラップの、ご紹介でございました。また、いろいろこういったトラップ関係であったり、本編の方でお送りしているラグナロクの方であったり、いろんなアークの楽しみを投稿しておりますので、一度、他の、動画の方も見ていただきながらですね、気に入っていただければ、コメントであったり、お友達登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。